んにちは。今日は待ちに待ったブラウニー手帳が届きましたので、ブラウニー手帳のご紹介をしていきたいと思います。で、今私はブラウニー手帳の古いね、レイアウトを使って別のノートでブラウニー手帳っぽい使い方のお試しみたいなのをやっているので、今どんな風に使ってるかっていうのも含めてご紹介していきたいと思います。チャプターつけてますので気になるところに飛んでみてください。それでは行ってみよう。まずはブラウニー手帳のご紹介からです。私はね、今回このちょっとイエローっぽい表紙のデザインのカバーのものを選んで購入しました。で、ブラウニー手帳は、今ね、もうオンラインストアから自由に買えるようにはなってるかなと思うんですけれども、あんまりね、販売店舗、その一般的なロフトとか、書店さんとかで頻繁に見る手帳ではないんですよね。昔は丸善とかに置いてあったので、もしかしたら今もあるかもしれないんですけど、ちょっと流通経路は少なめの手帳かなと思います。はい、で、ブラウニー手帳のものとしてはもうこの1種類になってます。レイアウトというかサイズとレイアウトっていうのはこちらの1種類になっていて、その他のサイズっていうのはありません。で、このね、今あるこのオンリー1種類のは A6 サイズになっています。で、ちょっとね、中見ていきたいと思います。ちなみにごめんなさい。これちょっとね、私も待ちきれなくて自分でややカスタムしちゃってるんですけど、このね、中開いたところに、島村ひかりさんのね、包装紙の紙を貼ったりして、自分でちょっとデザインを変えたりはしてます。で、ただ、これカバーはね、抜いて使うこともできますので、自分のお好きなね、手帳、例えば A6 サイズだったらほぼ日手帳なんかにも使えるかなと思います。はい、私は自分でカスタムして表紙を貼ったりしてるんですけど、もともとのね、抜いた状態、何もつけない状態だと、この後ろ側の白いこういった表紙になっています。ちょっと厚紙みたいな感じで、やや頑丈な感じはするかなとは思いますが、カバーなしだとどうしても汚れてしまうような紙質にはなるかなと思います。はい、では中のね、レイアウトのところ見ていきたいと思います。まず中のレイアウト、最初にこういう形でね、カレンダーが入っています。見方はこういう縦向きに見るようなデザインのものになっていて、左手側に2026年、右手側に2027年が入っていて、この内側にね、文字が書けるようになっています。で、ここにはね、方眼が入っていますが、完全なる正方形ではないような、正方形ですね。はい、正方形の方眼が入ってますね。はい、で、それから次のページにはさらにその先2028年から2030年までと前年である2025年の、カレンダーが上から順に1月から12月まで入っているようなレイアウトになっています。ちょっと珍しいかもしれないですね。はい、このブラウニー手帳は縦向きでも横向きでも使えるっていうのが一つ大きなコンセプトになってますね。で、縦向きっていうのはこっち向きってことですね。はい、なので、レイアウトの中にちょこちょこ方向きで見ることを前提としているデザインのものがあるという形です。はい、で、通常これよくあると思うんですけど、イヤーカレンダーですね。で、これは、普通の横向きレイアウトで見れるような形になっています。少し珍しいかなと思うのが、前年の12月からここの枠内にあるというところですね。結構私このイヤーカレンダーは1月から12月までとか、4月から3月までみたいなくくりが多いかなと思うんですけど、これは前年の12月から翌年の1月、2027年の1月まで入ってるっていうのが少し珍しいんじゃないかなと思います。これね、ちょっと好み分かれるところかなという気もします。はい、で、それから次にですね、これ2020、これ同じですね。同じレイアウト、2025年の12月から2027年の1月、これ同じものが2ページ入ってるという形になってますね。はい、私がありがたいなと思うのは、この左側にも右側にも1日から31日までの日付が振られてるっていうのが嬉しいところかなと思います。個人的にはこっち側ねの内側にもつけてくれるとなお嬉しいかなと思っています。やっぱどうしてもね、こっちの
さ6月とか書くときにさ、どこが何日だみたいな感じでこっちからさこうやって引いていくのがさちょっとめんどくさくなったりするじゃないですか。なので私的にはここ入れてほしいかなというところはあります。はい、続いてが、マンスリーのページになりますね。はい、マンスリーは月曜始まりの、日曜終わりっていう感じで、日曜日とあと多分祝日もかなだけこの色がね、祝日もですねだけこの色がねちょっと赤っぽいエンジっぽい色で入っているかなというデザインになっています。でそれから、この月の満ち欠けですね、新月半月満月は書いてあるっていう感じかな。プラスこの何でしたっけ、六曜っていうのかな、この大安とか、戦勝友引きみたいな、友引きで読み方っていうか分かんないけど、これも一応入ってるっていうのと、左下側に、前月翌月の、ちっちゃいカレンダーも入ってるかなというところです。でマンスリーで大事なところはこのなんて言うんでしょう、行が何行あるかっていうところだと思うんですけれども、見たからね、この8月が分かりやすいかな。はい、最後のねこの日付が出ちゃう時にこうマンスリーのさブロックを半分に分けて書いてるパターンとかもあるかと思うんですけど、ブラウニー手帳は全ての日付に対して同じだけのスペースが振られている形のレイアウトになってます。はい、でこのマンスリー部分もね全て方眼で入っているような形になるのと、下部分にね結構大きめの余白が取られているので、月々いろいろ月ベースでいろんなメモをしたいっていう人にはやりやすいかなっていうところと、このブロックの中もね結構綺麗に書けたいんですとか、上下分けて書きたいみたいな人とかには結構この方眼が入ってるっていうのは嬉しいレイアウトじゃないかなと思います。はい、でマンスリーは何月から何月まで入ってるかというと、2025年の12月から最後はどこかな、2027年の1月まで入っている形になってます。3月まではないっていうことですね。これはイヤーカレンダーのあれですね、期間と統一されているような形になっているかなと思います。はい、でマンスリーに続いて入ってるのがこのガントチャートの部分になります。これがね結構レアなんじゃないかなと思います。マンスリーとガントチャートとあとウィークリーがね全てセットになってる手帳ってあんまり A6 サイズではないと私は思ってるんですよね。結構この B6 とか A5 以上とか A5 スリムとかね、そのぐらいのサイズ感では割と見かけるかな、みどりさんとかでよく見かけるかなと思うんですけど、意外とこの A6 サイズでガントチャートまでつけてくれてるもの少ないかなっていう気がします。ガントチャートついてる代わりにマンスリーがないとか、ガントチャートついてる代わりにウィークリーはないとかね、そういうデザインが多いんじゃないかなと思うんですが、このブラウニー手帳はマンスリー、ガントチャート、ウィークリーと全て入ってるような、デザインの手帳になってます。じゃあこのちょっとねガントチャート見ていきたいと思います。でガントチャートはですね、この1日から31に加えて前後数日が入っているようなデザインになってます。どっちも全部3日とかで日付の数で決まってるわけではなさそうですね。このスペース内に収まる前後を全部書いてるみたいな感じなのかな。でこの週ごとにですねちょっとレイアウトの線太めに書かれています。ここからここまで1周ですっていうのが分かりやすいようなデザインになってるのかなと思います。そしてこのね真ん中の部分に、色がついている背景カラーが少し暗めのものに変わっています。でさらに一番下にもですねこういう風に日付が入ってるんですが、これはこの縦向きでね見た時に使いやすいようにこちらにも日付が入っているという形になっています。なんかねバレットジャーナルとかでマンスリー作られる方とかね、ブロック型じゃない方はこういう作りの方とかいらっしゃるんじゃないかなと思います。はい、これは縦にも横にも好きに使いたいという感じで、自由に使ってくださいっていうことをコンセプトとされている手帳なので、ここは横向きのレイアウトで使ってこの2行は縦向きのレイアウト用に使うとか、あるいはここ3ブロック横向きでも全然別のことを管理するとかね、そういう風にかなり自分の区分け次第でどうとでも書けるような、ある程度のこの情報
だったり区切りは持たせつつ、中身の書き方に関してはかなり自由にユーザー側が使えるようなデザインになってるかなと思います。はい、でこれが2025年の12月から、これも多分1月まであるのかな、1月まで入ってますね。2027年の1月まで入っているような形になっています。はい、でこのガントチャートが終わった後に、ウィークリーのデザインが入ってきますね。でウィークリーのデザイン、これも縦向きも横向きも対応できるような形になってます。はい、上の方にはこういう形で日付が入っていて、逆に縦向きでも同じように日付が入っている。そして真ん中には背景カラーが少し違うデザインとして入ってますって感じですね。これもガントチャートと同じような区分けになってますが、ここ見てもらうと分かるんですけど、地味にねこの色のついてる範囲がガントチャートとウィークリーでちょっと違うかなっていう感じです。ここ分かりますかね。ここ2マス分ぐらい、こうずれているような形にはなってます。これは多分ね等間隔にするためなのかな。ちょっと私はここのデザイン意図は分かんないですけど、ここ等間隔にしてるっていう感じだと思いますね。この3ブロックを多分こっちもそうかなっていう感じです。でウィークリーの部分ですね、ちょっと見えるかな。一応バーティカルっぽく使えるように縦に時間も入っています。ここに9時の表記、12の表記、15の表記、18の表記という感じで入っています。で一応9の上に3マスあるので、まあ書こうと思えば6時ぐらいから書けるかなっていう感じですね。で18より後が1234566マスあるので、まあ、ここもちょっと遅くめまでは、24時かなまでは書けるんじゃないかなと思います。まあ6時から24時みたいな感じかな。ちょっと映ってないか。はい、こんな感じです。はい、で、こっち向き、縦向きに見た時ですね。縦向きに見た時は、時間軸の表記、こっち向きにはないんですけど、ここにちょっとね見えるかな。点々点々っていうちっちゃい点々が入ってます。でこれがイメージ的には9時とか12時とか自分で書けるような感じで、少しこのちょんちょんが入ってるっていうイメージですね。はい、なのでホリゾンタル、いわゆるよく見る手帳のホリゾンタルタイプ、まあこういう感じでウィークリーが入ってるやつですねみたいな感じで使いたい人は縦向きで使えば、まあ、ここに結構こうスケジュールなんかは書きやすいのかなと思います。例えばスケジュールで色のついてるところに食べたもの、こっち側にその日のコメントみたいな感じで、まあブロックでねちょっと分けて物事を書いたりはしやすいんじゃないかなと思います。はい、でこのウィークリー、このブラウニー手帳のウィークリーでちょっと注意したいなというところは、土日少し行狭くなってます。このね平日の部分はこの方眼のマスがですね7マスあるんですけど、土日に関しては6マス分だけ、あるっていう感じですね。かつ日曜日のね最後の6マス目はちょっと切れてる感じがするので、まあ、実質5マス 5.7マス分ぐらいここ7マス6マス 5.7 マスみたいな感じでちょっとこう幅感にね差があるかなと思うので、まあこういうの気になる人はもしかしたらちょっとフィットしないかもなっていうところはあるかもしれません。でこれもね、書いてある期間は2025年の12月1日から最後が2026年の12月の最終週っていう感じですね。1月の3日まで入ってるような形になってます。はい、で、あとねお伝えしておく、一応ね何週目かっていうのもここに書いてありますね。見えますかね。このちっちゃいカレンダーの上に53週っていうね表記があるかなというところです。でその後がですねフリーページなんですけど、フリーページはほぼこうかなり少なめかな。このぐらいのページ分しかありません。でシンプルに方眼ではあるんですが、ここにね
マンスリーとかを自分で追加しやすいように月火水木金土日みたいな感じでちょっとね薄く文字が振ってあったりとか、あとここにマンスリーブロック追加しやすいようにこの方画の見えます？本当に見えるかな？このちっちゃいねちょっとだけここをブロックにすればいいですよっていうガイドラインなんかもね引いてあります。これが結構絶妙で、ただのメモページと思ってみれば無視して書けるぐらいなんだけど、明確にここをガイドラインにしようと思えば線を引けるぐらいのこの強度の差がつけられていて、これがねやっぱりすごいなと思います。これ作られてるのがね確か印刷会社さん、デザイン会社さんとかだったと思うんですよ。なのでやっぱねこういう細かいこだわり、このやりすぎず目立たせすぎないみたいな、目立たせすぎず分かるようにするみたいな、このねこのカラーの使い方とか細やかさみたいなところは、いやなんかさすがデザイン会社さんならではだなというような形がしてます。私以前もねどっかの動画で言ったかと思うんですけど、結構罫線の主張が強いものとか色が強すぎてこう紙面の情報量が多いと自分の書き込むことに集中できないタイプなので、このね目立たせすぎずただ意識すれば分かるようになるっていうこの色の濃さがとってもこのブラウニー手帳はなんだろうな、感覚値が合うなと思うこうデザインになってるかなと思います。はい、で最後のところの情報ページですね。これは縦向きで見るような形になってますが、年齢早見表が1ページ入っているのと、下の方にですね、ここデザイン会社さんならではなのかな、用紙サイズと本のサイズ、それからはがき封筒のサイズっていうのが書かれています。はい、私はねこの用紙サイズをねよく検索するので、これ本当にありがたいですね。はい、でここにね見ていただけると分かるんですが、これねブラウニー手帳のマスコットキャラクターだったと思います。ちょっと私も詳しく覚えてないんですけど、でブラウニー手帳が A6 サイズなので、ここの A6 のね部分に足跡のデザインが入ってたりして、こういうねちょっと遊び心も可愛いなと思うところです。はい、で最後にこういうね情報ページみたいなのが入ってるというところになります。はい、これがねブラウニー手帳のレイアウトというところで、結構ね容量あるというか、中のねレイアウトがこう3種類もあるので結構いろいろ入ってるはずなんですけど、このね厚みとしてはいわゆる一般的な英語のウィークリーと同じぐらいの厚みになってるかなと思います。これはねやっぱり多分翌年の2月3月をこう削ってたりだとかいうところで、ちょっとこう厚みが厚くなりすぎないようにしてるのかなと思います。でちなみにこのブラウニー手帳はね万年筆でも抜けない紙質だったと、記憶してます。過去使った時ね。ちょっとお試しでメモページに書いてみましょうか。はい、ちょっとねこんな感じで試し書きしてみました。これね裏ほら見て、結構すごくないですか？クリッカーとも裏写りはしてるけど完全に抜けてる感じは全然ないです。で万年筆ですね。私が持ってるのがこのパイロットのキャップレスの、重製カートリッジ入れてるんですけど、その EF サイズのもので、これ全く抜けてないですし、これねセーラー万年筆だったかなで自分でカスタムできるやつなんですけど、それのねペン先は MF サイズで、中に入ってるのが四季折のカートリッジなんですけど、それもね全然大丈夫で、このね万年筆で抜けないものでこういうねレイアウトのものって多分あんまりねないと思う。多分私があんまり知らないだけかもしれないんですけど、万年筆に耐えうる A6 サイズでかつマンスリーガントチャートウィークリーが存在している、これねなかなかないと思うので、本当に刺さる人には刺さるレイアウトの手帳なんじゃないかなと思っています。はい、それではね続いて実際に今どんな風に使ってるかご紹介したいと思います。で今ね私はちょっとねこのさっきと同じようなビジュアルのものが出てきてると思うんですけど、100均のね手帳に
もうブラウニー手帳の過去のねレイアウトをこう貼って、実際どんな風に使うかなっていうのをこう考えながら、ここ一月ぐらいはお試ししてました。で配布、ブラウニー手帳の方でレイアウトの見本みたいなのが配布されてるんですよね。ちょっと日付が古いものにはなってるんですけど、それをちょっと使って、お試しをしてます。でただその時ね、まだブラウニー手帳にマンスリーが入ってなかったので、マンスリーの部分はありません。今回お見せできるのはガントチャート部分と、あとは、ウィークリーの部分の、でなんだろう、実際書いてることの、中身みたいな感じになりますね。はい、では実際の使い方のところですね。私は今ねこんな感じで、使ってます。色のあるところは基本無視して使ってて、上のゾーンではハビットトラッカーで、下のここのゾーンでは体重管理、一番下はね YouTube の登録者数をメモするために使ってるというところです。でこの上の段階のところは、横向きで使って、 YouTube の登録者数だけこういう縦向きでね見るような形にしてます。で上のところは、出社したか在宅だったかみたいな、リモートでね働いたかどうかっていうのとか、あとは排便とかね、湯船にどれぐらい疲れたかとか、そうだな、あとは歩数1万歩以上歩けた日とか、モーニングページちゃんとやったよとか、ちょっとね筋トレやったよとかも全然やってないんですけど、こんな感じのことをガントチャートゾーンでは私はメモするようにしてます。でそれからここですね。ここは食べたものとかやったこととかね、体調に関わることやってます。で一番上のところは、寝た時間で歩いた歩数、それから摂取したカロリーですね。であとはここはなんかやばいものを食べた時そうちょっとパン食べ過ぎちゃったなとか、お菓子食べちゃったなとか、ここ昨日不揃いバーも2個も食べて、これだけちょっと800カロリーぐらい取ってて、もうここのカロリー計算するのが嫌だなっていうことで空欄になってたりとか、あとはねこの真ん中のゾーンは結構その時々によっていろいろなんですけど、ここはね作り置きどんなもの作ったかみたいなのをちょっとメモったり、結構いつまでにこう食べなきゃいけないみたいなやつが忘れがちになるので、それをちょっとメモってたりとか、ちょっとTOEIC受けたんでこれTOEICとかメモってたりとかしてて、で縦向きのとこですね、縦向きはその日のちょっと一言メモみたいな感じで書いてますね。テイクアウトで1キロチャーハンを食べたとか、あとは新しいレシピ試して美味しかったなとか、ガチャやったよとかね、それぐらいのことをちょっと書くような感じで今は作ってみてるっていうとこですね。はい、で同じような使い方で、12月以降ねここレイアウトかけるようになるので、ちょっとこっちに移行していこうかなと思っています。はい、でさっきね出してるとこお見せしたと思うんですけど、私は今このほぼ日手帳のねこれなんだっけ、ビューティフルピープルのカバーを使ってて、でそこにねこれを入れるような感じで使いたいなと思ってます。でこれ別にねカバーを入れたままでも入るんですよ。試したところ全然入るの。ちょっとねこのなんていうの、最初ギチッとはなるんですけど、このカバー入れたままでもさらにこのね中に入るっていう感じではあります。すんげーパンパンにはなるけどね。はい、なんだけど私は一応ちょっとなるべく軽くしたい派なので、このカバーはね基本は外して、使う予定にしようと思っています。なのでねちょっとこの表紙もねこれで自分で作ってデコってるっていうとこです。はい、こんな感じにする予定で、こっちのねロールバーンの方は仕事中のねタスク書き出したりとか、頭の中の整理に使うメモみたいな感じで使おうと思っています。ちょっとブラウニー手帳メモゾーンはあんまりないので、それを代替するのはこのロールバーンでやっていくみたいな感じですね。はい、もうギッチギチに入ってますが、私結構ねこのビューティフルピープルのカバーはなんか分厚ければ分厚いほど可愛いんじゃねという気持ちがあって、結構ねこのパンパンな状態で、やっていきたいと思ってるっていうとこですね。で先ほどねそのブラウニー手帳メモゾーンがないので、このロールバーンを使おうと思ってるよっていうような話したと思うんですけど、一応ブラウニー手帳の公式サイトではねこのブラウニー手帳と同じ用紙で同じサイズ感で作られたフリーノートというか、いわゆる方眼ノートみたいなものも今年から販売されるようになりました。あるもんね
っていうね多分あれとかけてるなんていうのあるよっていうこととかけてる名称だと思うんですけど、そういう名前のねノートが今年から販売されるようになってました。ブラウニー手帳ね、このさっきもお見せした通り紙質がいいので結構ねそのメモというかノートとしてもすごくおすすめできるんじゃないかなと個人的には思っています。ちょっとねこうつるっとした感じの、それでいてこの裏抜けしにくいこういう手帳用紙なのでお好きな人多いんじゃないかなと私は思っています。なのでブラウニー手帳ちょっと気になるなって思われる方はそのねノートの方もちょっと一緒に合わせてチェックしていただけたらいいかなと思います。多分なんですけどノートの方はね基本あんまり店舗とかではまだね今年出たばっかりだから扱われてないんじゃないのかなと思います。なので、ちょっとノートの方も気になるよっていう方はもうオンラインストアで購入されるのがおすすめかなというところです。はい、というわけで本日はブラウニー手帳のご紹介でした。まあね私これ過去1回使ってて、今回またもっとかな5、6年ぶりぐらいとかにまた使うっていう感じなのでかなりワクワクしてます。またねちょっとこう使い方が変わってきたよとか、こういうところがちょっと今の自分に合わないな、いやむしろここが逆にすごくあったなみたいなところがあったらこのねチャンネルでご紹介していきたいと思いますので、よろしければチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。またね、バイバーイ。